丸ノコテーブルのクロスカットスレッドをマイター化してみた。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。計画図。クロスカットスレッドです。今回はこれをマイター化するために定規を取り付けます。取り付ける定規は脱着式で3種類、15度、75度、30度、60度、45度です。45度しか使わない気がしますが、脱着式ですので作ってしまいます。15度、75度の定規です。一方の定規が留めになっていますので、2通りの角度切断が容易です。このように留め側に押し当てるだけで切断が可能です。反対側も同様に行えます。ここで切断です。30、60度です。同様に内側に押し当てることで2通りの角度切断が可能です。45度です。これは一方向で良い気もしますが、この形で進めます。切断方法は同様です。盤上に50ミリピッチでメモリもつけました。これらの描画はカーボン熱転写で考えましたが、 MDF が反るので断念しました。シールも考えましたが、結局手で描くことにしました。最初はこのようなシンメトリーでスタートしました。しかしこれでは留めがありませんし、1角度切断のみです。なのでまず90度回転させて留めを作ります。この場所で切断ですが、右側の定規を上に移動して内側を密着させます。不要なところを取り去って形を整えて完成です。これで2種類の角度切断が可能になりました。これで製作にかかります。反り面の描画。反りの盤面です。各部材と指示位置を描きます。描画の完成図です。座標のプロットは誤差が出やすいので、厚紙にプリントしたものを使います。これを使って円弧を描きました。中心軸に合わせたらプロットしていくだけです。このように順次プロットしていきます。こんな感じです。 100% ではありませんが、
ほぼ正確にプロットできます。定規の指示用穴は厚紙の上からピンでプロットします。多少のズレは定規の位置が正確であれば問題ありません。定規を使用するときは下側のフレームを外すので板の開き止めを施します。最初は不要ではと思いました。しかし微妙に開き閉じがあります。ただの薄いアルミ板ですが、これで板が動くことはありません。これでフレームを外すことができます。あとは指示穴を開けて定規をつければ完成です。テーブルに化粧板を取り付けます。以前の割り刃は高くてフレームに当たるので低いものを探してきました。これで反りの可動範囲が広がります。化粧板をビス止めします。反りを乗せてみます。これでまた少し使いやすくなりました。加工。部材を切断します。板材を立ててカットできるように30ミリの角材を使っています。反りを乗せて実波高が低くなっているため部材を回転させます。切れました。これを繰り返します。これで部材が揃いました。先端を隅に沿って各角度でカットします。出来上がった部材の角度を45度からチェックします。指示をホールドします。分解能は 0.1 度です。このように内側で90度を作って取り付けます。以下も同じです。15、75度です。ホールドを解除します。
3060度です。測定角度は当て方にもよりますので、そのあたりはご容赦ください。これで取り付け作業にかかります。定規棒の取り付け。1575度の定規棒から始めます。墨に添えて定規を固定したら下穴を開けます。とりあえず2箇所ビスで固定します。固定具を外して残りをビス止めします。終わりました。もう一方の定規を取り付けます。90度を調整します。ビス止めして完成です。3060度です。留め穴が分かりにくいので後日のためにシールを貼りました。これでビス位置が分かりやすくなりました。もう一方です。終わりました。不要な部分をカットするため墨を出します。45度です。同様に下穴を開けてビスを打っていきます。もう一方を取り付けます。不要な部分をカットするため墨を出しておきます。試運転。同じ長さの材料を準備します。次に定規を取り付けて切断の準備をします。この4本を両辺45度でカットします。同じ部材ですから全て45度でカットされた同じ規格になります。
できました。並べてみます。45度ですから、スコヤで90度を確認します。これも合わせると当然90度になります。木製はばきを想定して材料を立ててカットしてみます。これをしたいためにわざと定規を高くしています。一度でカットできないので裏に返します。カットできました。裏返しましたがカットの継ぎ目は分かりません。これでまた加工の幅が広がりました。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と通知をオンにお願いします。